結局、時計仕掛けのオレンジって時計仕掛けのアレックスってことということで、今回は、スタンリー・キューブリック監督の時計仕掛けのオレンジを解説します。よろしくお願いします。この映画を紐解くにはですね、まずは主人公のアレックスのつけまつげ片方だけしているあのアレックスの性格を考える必要があると思うんですね。ここに書きましたけど、アレックスというのは利己主義と二面性、この2つのこの性格が入っていると思うんですね。利己主義っていうのは、社会や他人のことを考えず自分の利益や快楽だけを追求する考え方ということで、自分勝手なやつということですね。で、映画の冒頭からその性格を裏付けるシーンがどんどん続きますね。暴力、レイプ、あと、窃盗、車を盗んで走り出したりと。そういうシーンがバンバン続いて、非常に分かりやすいわけですね。アレックスの性格を非常に分かりやすく書き出しているシーンが続くわけです。アレックスは、リーダー、グループのリーダーをやってるんですけど、これも別にアレックスが人望があるからとか、統率力があるからリーダーをやってるわけではないということが、そのうちわかるわけですね。アレックスは自分がリーダーをやりたいからリーダーをやっているんだと。ただそれだけのことですね。暴力でグループを支配しているシーンが出てきますけど、で、そんな彼らはですね、古事記とか老人だけじゃなくて、同世代のナイフを持ってる不良グループとも喧嘩をするわけですね。だから弱い者いじめだけをするわけじゃない。自分がやられるかもしれない相手とも暴力を戦うわけですね。アレックスって15歳なんですね。15歳って非常に若い。ちょっと15歳、外国の15歳は発育がいいなっていう感じがありますけど、15歳ぐらいの頃って皆さんもそうだった方が多いと思うんですけど、自分が死ぬなんてことはもう全く考えない年頃ですよね。誰かが死ぬなんていうことも考えない。もう死というものに対して全く無縁の存在だと思い込んでる時代がこの頃の年齢にあると思うんですけど、だからこそ、その死ぬというギリギリのラインを楽しむことができる年齢とも言えると思うんですね。15歳ぐらいの頃っていうのは。もう自分が世界の中心だと思っている時期ですね。で、仲間割れするシーンが出てきますよね。ジョージが言ったと思うんですけど、稼げねえと。アレックスといっても、あんまり稼ぎがないから、もっと俺たちは金が欲しいんだみたいな感じで、だからリーダーを交代したいみたいなことを言うわけですね。するとアレックスは何て言うかというと、そんなに大金稼いで何に使うんだみたいなことを言うわけです。車ならその辺になってるからそれ取ればいいじゃないかって。だからアレックスっていうのは別に金に興味はないわけですね。何かを買うためにこういう強盗に押し入ったりとかしてるわけではないわけですね。でも仲間のドルーグのみんなは金が欲しいわけです。人間ですから当たり前ですね。金が手に入るんだったらそれは欲しいわけですね。だから、ここが面白いところで、アレックスっていうのは金が欲しいからやってるわけじゃなくて、アレックスが欲しいのはスリルなんですね。ホラーショーが欲しいわけですね。で、そんな凶暴で残酷なアレックスですけど、朝のシーンになると、お母さんがアレックスの部屋にコンコンコンって起こしに来ますよね。アレックス、坊や、朝ですよ、起きなさい、学校遅れるわよ、みたいなことを言うと、アレックスは、もう頭痛いから行きたくないよ、みたいなことを言うわけですよ。アレックスが、凶暴だったアレックスが、まるで普通の15歳の男の子みたいに、行きたくないよ、みたいなことを言うんですね。ちょっと考えられないですよね、夜のアレックスからは。で、その親も、アレックスの親も、まさか自分の息子が夜中悪さしてるとは全く思ってないわけです。バイトしてると思ってるわけですね、夜。アレックスは毎晩どこでバイトしてるんだろうね、みたいな話をするシーンがありますけど、バイトしてると思ってるんですね。で、学校の先生が訪ねてくるシーンも出てきますけど、アレックスは、格好はね、たまたまパンツ一丁の格好だったから、ちょっとあれですけど、態度とか言葉遣いとか非常に丁寧な態度で学校の先生と接するわけですね。で、その後のシーンでになりますけど、刑務所とか、あとは病院とか、国務大臣に対しても非常に礼儀をわきまえた態度を取るわけです。基本的にアレックスってそういう人なんですね。いい子なんです、とても。凶暴性のあるシーンっていうのは実はそんなに多くなくて、映画の中のほとんどのシーンでアレックスはいい子を演じているわけです。日本の場合とちょっと違いますよね。日本っていうのはまず基本的にまず親に反抗をするわけですね。不良少年っていうのは。うっせえばばあとか言って。
親に反抗して、その後学校の先生にこう盾ついて、でそこからさらに警察とかそういうところにまでこう盾ついていくっていうのが、まあ、一般的な日本の不良の構図なんですけど、アレックスがタメ口とかちょっと上から目線で話す相手っていうのは、自分の仲間とか同世代の町にいる若者たち、喧嘩してる敵対する喧嘩相手とか、あとは小じき、失礼しました。どこまで話したっけ。えっ、と、だからアレックスがタメ口で話すのは、自分の仲間とか同世代の、町にいる若者とか、あとは小じき、ナンパ相手の女の子とかもそうですね。あと警察にもこうタメ口で話すわけですね、アレックスっていうのは。つまり、でもこれ警察にタメ口で話すのはあれ捕まった後のシーンですから、あれもしアレックスが警察に捕まる前に警察とこう例えば職務質問されるとか何かしらで話すシーンがもしあったら、そのシーンでもアレックスは絶対にあれですね、敬語で喋ってるはずですね。アレックスってのはそういう男なんですね。基本的には外ではいい子を演じてるわけです。だからアレックスっていうのはあれなんですね、権力に弱いという性質があるわけですね。非常に権力に弱い人間なんですね、アレックスっていうのは。ここの部分は大事なポイントじゃないかと思うんですけども。で、アレックスは警察っていうか刑務所に入れられるわけですね。17年の刑を言い渡されるわけですけど、ここでアレックスは優等生だったんですけど、このルドビコ治療っていう新しい刑期が2週間に短縮されるっていう治療を受けることになるわけですね。志願するわけです、自分で。で、この治療っていうのはまあ見れば分かったと思うんですけど、条件反射を植え付けるということですね。暴力とセックスに対してアレックスは頭痛と吐き気がこう結びつけられてしまう。パブロフの犬状態ですね。そういう治療を施されるわけです。で、ここで注目すべきはですね、国務大臣が出てきて、刑務所の中で、被験者の選定をしている時ですね。国務大臣が出てきて、この程度の犯罪者は治療ベースに切り替えるというわけですね。時期にここの刑務所も政治犯収容に使われるよというわけですね。この程度っていうのは殺人犯のことを言ってるわけです。治療ベースっていうのはルドビコ治療のことを言うわけですね。殺人程度はもう犯罪とは言えなくなりますよっていうことを言ってるわけですね。この国にとって真に駆逐すべきは政治犯であるということを国務大臣は言ってるわけですね。この辺りがですね、この映画が全体主義批判の映画だと言われるゆえんとなっているところですけれども、殺人なんてのは個人同士のいざこざだから国がどうこうしてもしょうがないでしょう、どうでもいいことなんだということですね。懲役だから政治犯の方が罪としては重いということを言ってるわけです。まあ分かるっちゃ分かるんですけど政治家にとってね、一番の敵は野党の政治家ですから。でもまあそれこれはこれというふうにしないといろいろと困るわけなんですけども、この映画ではもうはっきりとそういうことを言うわけですね。で、ルドビコ治療を受けたアレックスは基本的人権が剥奪されるわけです。基本的に人権、この映画の中でいう人権っていうのは何かというと、要するに自分自身で選択する自由を奪われたということですね。これは究極のこの映画の中でいうこの選択する自由というのは何の自由を奪われたかというと、犯罪を犯す権利、犯罪を犯す自由、人を殺す自由が奪われたということをこの中で言ってるわけですね。こんな権利別になくてもいいじゃんっていう気もしますけど、それでも人間ならば必ず誰しもが持っているはずの権利なんだということをこの映画の中では言ってるわけです。人を殺す権利というのは誰でもが持っているはずのもので、アレックスはそれが奪われたということを言ってるわけですね。で、アレックスはこう治療が終わって出所しますね。もう17年の刑だったのに、刑務所にいたのは確か2年ぐらいだったと思うんですけど、もうすごく短期で出所することができて、やったーってなりそうなんですけど、こう、シャバに出てもあまりいいことがないわけですね、アレックスは。家に帰ると、親はもうお前のいる場所はここにはないみたいな感じでアレックスのことを追い出すし、小じからはリンチされるし、警察になったあれはディムとジョージからはこうまずリンチされるわけですね。アレックスが国によって奪われた権利を他のみんながバンバン行使してくるわけですね。で、ホームの小説家ですね。ホームっていう家に住んでる小説家の家にアレックスはこうふらふらとたまたま行っちゃうわけなんですけど、この小説家は現政権とこう敵対している野党の支持者だったんですね。で、アレックスのことを一目見て
わかるわけですね。新聞で報道されてましたんで、新治療の被験者が出所したっていう話は。だから、お前のことは知ってるぞっていう、ここで言うお前のこと知ってるぞっていうのはあれですからね。前に襲ってきた時のお前だろっていうことじゃなくて、テレビで見た今日出所してきたアレックス君だろっていうことを知ってるぞというわけですけども、ルドビコ治療のことは、この小説家は非常に嫌悪してるわけですね。非人道的な診療法の被害者だろう、君は。みたいな。で、自由の伝説を守ることが全てなんだ。ということを野党との電話している時にも言うわけですね。自由の伝説を守ることだから全体主義批判っていうのもここにまた出てくるわけですけど、個人の自由こそが一番何よりも大事なものだという考え方ですね。でそこでその話の中で小説家はアレックスが自分の家に襲ってきたあいつだっていうことに気づくわけですけど、自由の伝説を守るために小説家は翌朝アレックスを殺そうとするわけですね。小説家には犯罪を犯す権利が奪われてませんから行使するわけです。それを下から1階から大音量で第九を流して、第九を聞いたらもう死にたくなるっていうことを聞いてましたからね。でだから小説家っていうのはアレックスを自殺に追い込むわけです。間接的に音楽を聴かせるっていうだけでね。でその小説家の目論見通りアレックスはあれ2階でももっと上だと思うんだけど3階ぐらいから飛び降りるわけですね。自殺をするわけです。でもそれでも小説家としては OK なわけですね。アレックスが死んでもそれはこの世界で自由という伝説を守るための小さな犠牲だと思ってるわけです。一人ぐらい死んだところでそれが自由のためだったら仕方がない。真に駆逐すべきは現政府であるということで、ここでちょっとおやっとなるわけですね。最初の頃に言ったなんだっけ、国務大臣が言ったのは、殺人程度は犯罪とは呼べない、真に駆逐すべきは政治犯であるという話を、さっきしたんですけども、全体主義からすると個人同士の殺人なんてどうでもいいっていう話なんですね。でこの小説家のおじいさんはこれは個人主義の、人なんで、そっからしても個人主義のこの自由を守るためだったら人が死んだって別にいいと思ってるわけですね。だから全体主義批判の映画とよく言われますけど、これは個人主義批判の映画とも言えるのではないかと思うわけなんですけども、全体主義と個人主義っていうのはどっちが正しいのかはよくわからないんですけどね。で、自殺未遂のその後からラストまで行くわけですけども、アレックスは治療によって犯罪を犯す権利を再び手に入れるわけですね。もう自由になったと。自分の権利は、剥奪されていた権利は元に戻ったわけですけど、そこで国務大臣が来て、現政権のために働けみたいなことを言うわけですよ。金はやると。その代わり、世論を操作しなさい、君が。言われるわけなんですね。で、どうするって選択を迫られるわけです。ここの選択は、大金を手に入れて政府の言いなりとなるか、自分を痛めつけた現政府を倒して本当の自由を手に入れるかという選択を迫られるわけですけど、アレックスはこの政府の言いなりになる方を選ぶわけですね。金が欲しかったわけです。そもそもここで一番最初に出てきたアレックスの性格が問題になるんですけど、アレックスっていうのは権力に弱い人間なんですね。それでいて権力に弱くて利己主義で他人にはあんまり興味がない人間なんです。そんな人間がこの選択を迫られたら何を選ぶかというと、大金を手に入れて自分の人生をこれから楽に満喫することが何よりも大事だと考えるのが当たり前っちゃ当たり前の結論になるわけなんですね。アレックス君はきっと今まで自分の人生に不満があったんだと思うんですね。どっからどう見てもスラム街みたいなとこで住んでますし、もうねエレベーターとかぐちゃぐちゃに壊れてるようなアパートに住んでいるわけですから、結局アレックスが暴力とかセックスをどんどんやっていたっていうのはきっとその不満の表れだったんじゃないかということがあるわけですね。だから苦労せず金が手に入るんであればそれでいっかと。それまでは捕まる前は金なんていらねえよって言ってたわけなんですけど、それはなんでいらないかっていうと、もう取ってくりゃいいからということですね。なんで大金稼ぎたいんだってジョージとディムに言った時は、車ならその辺になってるじゃないかと言ったわけですね。だから金なんかなくたってその辺から盗んでくりゃ別にいいじゃんっていうのを言う人間だったんですね、アレックスは。
それを苦労せず金が自分の手に入ってくるなら、それで買えばわざわざそんなこともしなくて済むわけですから、それでもいいかと。スリルはなくなるかもしれないけど、楽な人生を歩みたいなというふうに思うわけですね。普通っちゃ普通ですね。ではですね。で、最後のセリフ。完璧に治ったねっていうセリフ。あれはアレックスが喋ってる言葉なんですけど、あれをどう理解するかというところがなかなか難しいところなんですけど、2パターンあるんじゃないかと思うんですね。周りに大人たちが明らかに分かりやすい大人がいっぱいいることで、その真ん中で、アレックスは美女とセックスをしているわけですけど、どう考えてもあれはイメージ映像だろうとは思うんですけど、あっこで示しているのは、アレックスが政府の言いなり国務大臣に言われた通りに、世論の操作をしているということを表しているんじゃないかと思うわけですね。完璧に治ったねって言ったのは、現政府のおかげで僕は完璧に治りましたよと言ってるわけですね。つまり、あそこにいるあの大人たちは一般大衆の、この投票権を持っている人たちという意味ですね。で、拍手を送ってるから現政権は安泰になりましたと。アレックスに対する誤解も解けて、よかったよかったって言って、現政権がそのまま今後も、正常になっていくことになりましたという考えるか、または実際にアレックスの洗脳が解けて、再び本当の自由を手に入れたアレックス君が自分が回復したことに安堵して、完璧に治ったねと喜んでいるということなんじゃないかということも考えられる。そうなると、あそこで拍手を送っている大人たちっていうのは、政府関係者ということになりますね。よかったよかった、アレックスは治ったから、これでちゃんと世論をこれから操作できるねというふうに、拍手を送っていると。だから、あそこに周りで拍手している大人たちが、一般大衆なのか政府関係者なのかどっちなのかという、そういうところがあるわけですけど、これは多分、どっちもありなんじゃないかという感じの終わり方でいいと思います。要するに、アレックスは、どっちにしろ社会の中に組み込まれていったというラストということになりますね。それでは、本題ですね。結局、時計仕掛けのオレンジって、時計仕掛けのアレックスってことなのということなんですけれども、ホームの老人小説家が書いている本のタイトルが時計仕掛けのオレンジだというのは、原作読めばわかることなんですけど、これは、原作者のバージェス、ちょっと下手ですよね。なんか、どっかでこのタイトル入れなきゃなと思ってそうやったのかもしれないです。いまいちちょっと下手なこのタイトルの回収の仕方かなと僕は思うんですけど、それが一つ。これは実際そうです。で、もう一つは自由意志を剥奪されたアレックスに対する比喩ということですね。時計仕掛け、この洗脳によって本来の人間性を失われたアレックスのことを時計仕掛けと表現しているというのもあると思うんですけど、もうちょっとこの考えを広げてみてもいいんじゃないかと思うわけですね。人間社会っていうのは学校とか会社とか法律とか社会の秩序がありまして、それがないともう世の中はもうしっちゃかめっちゃかになっちゃうわけですね。立ち行かなくなります。これ自体がもう大きな歯車の中、時計仕掛けの中に人間はいるんだと、言えるのではないかと思うわけですね。この人間社会自体が大きな時計仕掛けになっていると。で、アレックスは二面性を持っています。これももう現代社会の縮図と言えなくもないということですね。昼のアレックスは全体主義、夜のアレックスは個人主義。で、登場人物全部両親も先生も警官も仲間のドルーグたちも、刑務所の職員も医者も政治家も、全員もう分かりやすく二面性を持ってるわけですね。こっちではこうする、でもあっちではああすると。例えば悪い人を取り締まるべき警察は取り調べ室でアレックスに暴力を振るうとか、犯罪者を強制というか、社会にもう一度出すために教育する刑務官も実際にはこんなやつは元に戻るわけがないと思っているとか、ありますよね。ルドビコ治療をしてる医者もアレックスのためにやってるんだと言いながら、アレックスがやめてやめてって言っても全くやめないとか、これ、違う映画の話ですけど、S っていう映画があるのを知ってる方は知ってると思うんですけど、医者っていうのは被験者がいくらやめろって言ったってやめないんですね。もうそういう、なんて言ったっけな、監獄実験とかなんとかっていうのをモチーフにした映画なんですけど、そういうことなんですね。やめてって言われたところでやめないんです。
なぜなら医者にはそのバックにもっと大きな権力があるから。いや、自分はこれをやるっていう、あれがあるんですね。お墨付きが。だから、アレックスがどんなに嫌がろうがないしようが関係ないわけですね。だからアレックスを治すことが、アレックスにこのルドビコ治療で条件反射を植え付けることが正しいことかどうかっていうのはもう医者としてはどうでもいいことということですね。で、ホームの老人もそうですね。二面性がある。みんな二面性がある。これはもうどれも同じ人間だということですね。この世の中、すべてがこういう社会という時計仕掛けの時計の中に組み込まれている存在なんだというところが時計仕掛けのオレンジというタイトルにつながるんじゃないかと、アレックスだけの話じゃなくてというふうにも僕は思うわけですね。時計仕掛けのオレンジは人間社会そのものをアレックスという一人の若者とそれを取り巻く人々の中で表現した映画なのではないかとこう思うわけなんですね。わかりましたかね。時計仕掛けのオレンジという映画の見方というか、こういうことを表現してるんじゃないかということが分かったと思うんですけれども、で、最後にこれは言わなきゃいけないことだと思うんですけど、ルドビコ治療を受けたアレックスの姿を見て、皆さんどう思いましたかね。ちょっと怖いんですけど、あんなね、非人道的な人権を無視したような治療を行われたアレックス、何もできなくなってしまった、暴力も、その性的なこともできなくなったアレックスなんですけど、あのアレックスがですね、ちょっと僕はなんか日本人っぽいなってちょっと思っちゃったんですよね。なんていうかな。自分のプライドとか感情とかよりも法律を遵守する考え方というか、自分に因縁つけてくる相手に対してもう何も手が出せないとか、裸の女にも手を出せないとか、やられっぱなしになってしまうところとか、ちょっとね、その辺がなんか日本人の姿とダブるところが僕にはあったんですね。そこがちょっと。だから、日本人は見るべきだと思うんですね、この映画。よく言われますよね。そのステレオタイプな外国人の人に、日本人はもう人間じゃないみたいな。多分こういうところもあるんじゃないかと思うんですよね。普通人間だったら怒るでしょとか、人間だったらやりたいことやるでしょとか、そういうことを外国の人は言うわけですよね。赤信号で車も誰も何もないのに止まっている横断歩道の前で赤信号だからって言って止まってる日本人見て外国の人は不思議に思ったりするわけですよね。自分の誰も来てないって自分で確認すれば行けばいいのに、自分のその考えよりも法律を遵守する日本人みたいなところが尊敬されるところでもあるし、ちょっと気持ち悪いなと思われるところでもあるんですけど、それってこのアレックスにちょっと似てるなという感じがちょっと僕にはしたんですよね。2回連続2001年と時計仕掛けで2回連続キューブリックの作品を解説したんですけど、なんでかっていうと、僕がキューブリックの信者だからなんですね。で、キューブリック映画の特徴みたいなことをここでお話ししようと思ったんですけど、ちょっと時間が長くなってしまいそうで、なんかあんま長い動画はやんない方がいいんじゃないかなーっていう気もするんで、キューブリック映画の特徴っていうのを別の次の動画で別で、撮りますんで、この時計仕掛けと、関連する話ではあるんですけど、別の動画にして、アップしますんで、そちらも見ていただければと思いますけれども、とりあえずこれで時計仕掛けのオレンジの解説、すぐにわかる時計仕掛けのオレンジの解説は一旦終わりとさせていただきます。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら、さよなら、さよなら。